近視の進行抑制にバイオレットライト、紫色の光、レッドライト、赤色の光っていうのが効果的なんではないかと言われている。眼科医の古松です。今日は近視の人に朗報。近視の進行、つまり進行を抑制するだけではなくて眼軸を短くする可能性があるという研究が出てきた。ですが、要注意と、こういうのってあるんですよってことについてご紹介しようと思って、最新の論文について皆さんにご紹介しようと思います。それは2025年のフェブラリーのね、オプサルモロジーというね、研究雑誌に載っている203から215ページの論文になります。これはどういうものなのかっていうと、そもそも近視何が悪いのっていうと、近視は遠くが見づらくなって手元が見えるっていうのはわかると思いますよね。なんか見えないんだってメガネかければ遠く見えるってね。これ近視ですよね。ただそれだけの問題ではなくて、近視になってるっていうのは眼軸が長いと言われてます。眼軸っていうのは目の玉の直径です。一応24ミリぐらいが静視。近視でも遠視でもないよって言われてて、24ミリ切って例えば22ミリとかになってくると小さい。眼球が小さい。これを遠視って言いますね。近視の場合は逆です。眼球が大きくなって26ミリ、30ミリと大きくなってくることがあるんです。それが何が問題なのかっていうと、眼球が大きいでしょ？目が大きくなるの？あんまりそんなことはないんですね。横方向に伸びていくだけであって、よく目の玉の大きさっていうのは縦方向じゃないですか。こっちに伸びるわけじゃないんですよ。奥に伸びるだけですね。で、この伸びた結果、例えば目の玉の中の構造自体も、当たり前ですけど伸びていくわけですよ。すると、網膜というところに負担がかかってしまって、網膜剥離になりやすい。視神経も動いたりして、ダメージ受けやすくなって、緑内障になりやすい。はたまた目の奥のものを見る中心の黄斑というところに悪い病気が出やすいなど、多くな病気の原因と言われていて、失明のリスクもあるんじゃないかとも言われているのが近視が強いってことなんですね。じゃあ、レーシックとか ICL 手術とか、ああいう近視の手術をすればいいんじゃないのっていうと、それは違うんですね。例えばレーシックというのは、この黒目を切るんですよ。そうすると、レンズを入れたかのよう、つまりコンタクトをしたかのような見え方になって見えるよね。ICL って手術は目の玉の中にまさにコンタクトレンズみたいのを目に入れてあげるんです。だから、外につけるコンタクトを付け外ししないで済むように目に入れたってだけなんですね。なので、根本的な改善ではないというのが問題点としてあるわけです。じゃあ、どういうふうにすればいいの？長くなったの短くすればいいじゃないかですね。昔はそれに対して強膜短縮術って言って眼球を短く縫い縮めるっていう手術があったんですよ。でもそれ問題点として縫い縮めた分たわんでいろいろ問題が起きちゃったっていうのがあったわけですよね。なので強膜短縮術っていうのは特殊な症例を抜いて基本的には行うことは少ないかなって思います。そこでいろんなアプローチで眼軸、長さを短くする方法がないのかっていうので今回のお話になってきます。今回は強度近視、近視が強い方に対してレッドライト、赤色の光ですね、を浴びることによって眼球が短くなるんじゃないかという研究になります。ただこれは大人ではなくてchildrenなんです。子供なんですね。なので、大人がってわけではないんですが、そういう研究が出てきたと。12ヶ月間やってみて、今回のレッドライトというのを浴びなかった人が 0.32 ミリ眼軸が伸びました。一方で、レッドライトを浴びた人は 0.11 ミリ眼軸が短くなりましたという研究結果が出てきたんですよ。これを聞いてどう思います？すごいじゃないの？眼球自体を短縮させちゃうような光があるなんて、それはすごいなって思いますよね。実際、眼球が短縮したのは、コントロール群、つまり何もしなかった人は 0%、レッドライトを浴びた人は 59% の人が短くなったってことで、もうすごいよね。なんでこのレッドライト、赤い光っていうのっていうと、よく今は近視の進行抑制にバイオレットライト、紫色の光、レッドライト、赤色の光っていうのが効果的なんではないかと言われている。
赤色の光っていうのは超波長、波長といってね、波長が長くて、紫色の人は単波長、よくブルーライトって言われるのに非常に近い光になってきますね。それらが効果があるんじゃないかと言われて、今回はレッドライトを、無理にね、浴びてみたっていう研究なんですよ。どう思います？確かに、数値上短くなってるんですね。ただ、こういう研究って実は今までもあるんですよ。例えば、久保田メガネさんとかかな。結構77万からの、なんかすごいメガネがあって、それをかけると、近視の進行しづらいですとか、場合によっては眼軸、長さが短くなりましたっていう研究結果も出たりしているところも事実ではあります。ただ、0.1 ミリ。これ、どう取るかってとこなんですよ。0.1 ミリですよ。これ本当にそうだけなのかなっていう、つまり短くなってんの？伸びてないだけであって、もしかしたら伸びるのを止めたって効果があったかもしれない。けど、眼球がね、小さくなるって、なんかちょっと考えづらいなって、一般的な感覚としてはあるわけなのね。かつ、0.1 ミリ短くなったところで、あなたの目にとって一体どれだけのメリットがあるのかなっていうふうに思うわけですよ。例えば26ミリ眼軸がある人、24ミリにしたいな。0.1 ミリ短くしました。25.9 ミリ。じゃあ、25.9 ミリと26ミリの人で病気のリスクはどうなの？多分あんま変わんないよね。ほぼほぼ変わんないよね。っていう感じなんですよ。で、久保田メガネっていうね、他のメガネの方も、そのぐらいのニュアンスなんですよ。だから、こういう研究を聞いて、もちろんね、業者さんとか、いろんな人とかは、これで眼軸が短くなるという結果が出ました。と言うと思います。で、それはね、事実だよ。事実として、眼軸が短くなったかもしれないし、短くなったっていう研究結果が出てんのは確か。ですが、それを狙ってこれを使うのって、ちょっと筋道違うよね。つまり、それを期待できるほどの短くなり方ではないよね。っていうことをちょっと理解してほしいなって思うんですよ。例えばこれがね、ほとんどリスクなく、かつ短期間にあって効果があるもの。はたまたそれをやることによって別にそれが効かなくてもいいもの。例えばね、運動しましょうっていう場合、僕はこれを言うことよくあるんだけども、遠くを見ながら運動したりすると目にとっていいですよって。確かにそういうデータもあります。じゃあ仮にね、そのデータが否定されました。目にとって大して効果がありませんでした。どうです？いいでしょ、運動すんの。つまり、こういうリスクが少ないものであれば、結構取り入れることっていうのは全然いいかなって思うんですよ。例えば、食べ過ぎが良くないですよとか、糖尿病が血糖値高いと良くないですよ。だから血糖値を下げた方が目にとっていいですよって言われました。いろいろやってみたけれども、実際血糖値も下がったけど、その後10年後、血糖値を下げても目にとってあまり関係ないというデータが出てきました。どうです？いや、いいよね、体にとって。だから、どう転んでもいいもんだったらいいんだけども、今回のレッドライトに関して言うと、本当に長期的に目にとってどうなのかがよくわかってないわけよ。でね、仮にね、短くなったのが、うっすら焼けて短くなったんだとしたらどう？眼球が。それ怖いよね、普通に考えて。だって卵とかもジューッと焼くとここ短くなるんじゃない？ビチュって。これやんなかった方が良かったんじゃないのって可能性があり得るわけよ。光とか熱によって眼軸が短くなるっていうのは僕としては、あれ、本当大丈夫かな？ちょっと怖いなっていう気がするわけよ。なんでかっていうと、眼球が収縮仮に本当にしちゃってんだったら、いや、それっていい方向に転ぶ眼軸の短くなり方なのっていうのは、ちょっと考えなきゃいけない。だからよくあるのね。そのものの最終の一個手前のものを良くすれば全部いいかというとそうでもないってことがあるの。例えば、緑内障という病気があって、それは眼圧、目の硬さを下げてあげることで視野の進行を止めるって一般的には言われていますが、全部の眼圧の下げ方が本当に視野進行に影響するかはちょっとよくわかってないわけですよね。じゃあ、その眼圧の下げ方は結局視野の進行しちゃったってこともあり得るわけよね。っていうことで、本当は視野の進行が止まったかっていうのを見なきゃいけないんだけど、それが大変だからちょっと手前でね、データ取っちゃってるっていうのがあるのね。こんな感じで、一歩前のデータで見てしまうっていうのはちょっと怖いし、今回みたいな結果を持って素晴らしいっていう風にしちゃいけないし、してもいいんだけども、使うときはちょっと気をつけてほしいなって思うわけ。私としてはね。
もちろんこれが今後、もうレッドライト素晴らしくて僕も5年後にはもうバンバン使ってって進めてるかもしんないよ。かもしんないんだけど、現在のデータだけでバンバン使ってとはちょっと言いづらくて、もちろん今後ね、多くの人がレッドライトなりバイオレットライトを研究していくと思うの。で、禁止にいいんじゃないのって多くの人が言ってるし、現実それはあるんだと思うんだな。ただ、意図的にレッドライトだけ、意図的にバイオレットライトだけ浴びることはちょっと怖いなって個人的に思っていますので、ちょっと強度禁止の人、ちょっとそれは気をつけていただければ。じゃあ、どうすればいいのと、だってバイオレットライトとかレッドライトいいじゃん。太陽光浴びりゃ普通にいいんですよ。太陽の光には、バイオレットライト、レッドライト、どちらも含まれてます。もちろん紫外線も含まれてますよ。なので紫外線はサングラスでカットすればいいよね。で、それ以外のレッドやバイオレットライトを普通に浴びてあげれば、それでいいじゃないですか。で、今まで人間の歴史の中で太陽光をずっと浴びてきたわけだし、もちろんそれは太陽光によって目をダメージっていう部分はあるよ。紫外線とかもあるんだけども。ある程度予測つくじゃない。想定外の偉いことになるってことは、少なくともなさそうだなと。勝負かけるんだったらレッドライトやバイオレットライトだけに行くとかそれもありんだけど、切羽詰まった人はやんなきゃダメなことあるよ。例えば、緑内障だとか、網膜色素変性症とかで、遺伝子治療やりましょうって時は、もうほとんど失明寸前になったら、それはもう死の子の言わずやりましょうよってなるじゃないですか。なので、切羽詰まって状況が悪かったりだとか、もうある程度リスクあるけど、ここを打開したくてやる最新医療っていうのはいいんだけれども、すべての最新医療がいいとは限らなくて、ちょっと待ってみて次に行った方がいいよっていう最新医療もあるっていうのはご理解いただけるといいかなと思います。例えば、白内障手術の時の多焦点眼内レンズって言ってね、新しいレンズを入れるっていうのはあるんだけど、それも日々新しいレンズって出てくるのよ。で、新しいレンズっていうのは出てくると、もうこれはもう最強のレンズですと。今までをもう凌駕する。もう今まではバカバカしくなるようなレンズですみたいな感じでいつも宣伝するのよ。で、しばらくすると、あれいまいちだったねとかって話になって、あるレンズが残ったりだとか、あるレンズはいつの間にかあまり見なくなったりだとか、してくのよ。時代の流れとして。なので、あんまり最新を追い求めない。もちろん最新はちゃんと情報提供するけどね。追い求めすぎず、かつ必要なところは情報を手に入れてやっていただければと思います。僕は一つの指針をお話した上で、皆さんが取捨選択していただければなと思いますんで。こんな感じで最新情報とか、新しいね、2025年の論文とか、いろいろ出していきますんで、ぜひチャンネル登録、ベルマークだけだと見逃しちゃうんで、概要欄にメールマガジンとかもあるんで、それも登録いただければと思います。よろしくお願いします。